ども、結構ね急いでやんないとね、すいません、申し訳ないです。あれな感じになってきましたけども、じゃあ次はですね、リーディングライフの作り方が分かったところでですね、はい、今回のエピソードを見ながら、お話をしていきましょうかね。なるほど。はい。題して、出るんですね。はい、こういうやつが。はい、すみません、このきっかけごめんなさい、僕うまくできてなくて申し訳ないです。はい、手塚プロ、タツノコプロ、ワンダーランド生オーディオコメンタリーのコーナーというわけで、今回の目玉ですか？目玉ですね。目玉ですか？しちゃいましたね。目玉ではありませんよ。ないですよね。はい。ただどのコーナーも楽しんでもらいたいと思っていると思ってますよ。ね。このコーナー何ですか？これは実際にね映像を見てもらいながら僕らが好き放題喋るっていうコーナーですね。いいんですか、そんなの？いいっすね。嫌だったらいいですよ。全然僕一人で喋れますから。はい。ちょっと今流していただけますかね。じゃあどのエピソードですか、最初は？いいですか？じゃあ何ブラックジャックとボヤッキーという DVD に入っているエピソードですね。何今のその、なんか宣伝集のする言い方はそうですね。 DVD に入ってるやつですね。ちょっと見てみましょうよ。見たいな。ちょっとね、オープニングもね、嬉しい。これいいよね。嬉しい。黄色ベースにして。もう本当に忙しいったらありゃしません。そこのうまいっすよね、この人。うまい。超うまい。この人うまい。だいぶ。お母さん褒めてた。僕ちゃん。お前さん、その花。いや、これはもう自慢のもう一回代々つった。君いつからその花なんだ？なんで力んでんですか？何ですか？これ何も知らないのか。うまいっすよ。うまいっていうか、いやね、すごいっすよね。すごいよね。本業カメラマンなんですけどね。人違いですよ、ちょっと。いやプロカメラマン。別にいや、まああなた何ですか、ちょっと。変な服、黒い服着て。これ僕は出私てまはこう見えても医者なんだしたけどね。どうでした、その撮影中とか？聞いたことない。すげえ面白かったよ。盛り上がるし、すごい上手だと思いました。ぼやきの声。結構有名な。それは医者だと大きい声では言えない。それは医師免許興味あります？あったりなかったりとか。大丈夫です？いや、なんかこうちょっと怪しいな、匂い。これ小ネタ言うとですね、背景。匂う。いや、その花。背景。いや、花は匂う。実際にブラックジャックに出てくる背景をこれは花のビールという病気。手本にしてというか、再現して。そういう細かいネタをアニメに出てくる。このままだと鼻が伸び続けるぞ。お前鼻に全部持っていかれるぞ。で、これ裏話的に言うとですね、ここのいやいや、全然大丈夫ですよ。店の先がいきなり道路なのか歩道なのかっていうのがカットによって結構バラつ最終的に鼻に全部持っていかれるぞ。その鼻に持ってかれるって何ですか？こんな形にしてありましたけど、原作と違ったらすみません。鼻に目とか口、まず顔のパーツから全部鼻に入っていって、キューみたいな。そうで鼻しか残らんぞ。ある日突然起きたら鼻鼻しか残らず。私はかつて外国で花のビールってね、これ僕の指示でも何でもないんですね。彼がアドリブで本当にアドリブで突然花のビールを言い出していろいろ国によってノーズオンリーとかね、変なこと言う別名って言われにあんま変わらないですね。ガがついてるかついてないかみたいな。アメリカでノーズオンリー。鼻が伸びると鼻伸びるの違いがあんまない。鼻だけになるからだ。まあ生きることはできる。まあ一応呼吸できるからだ。ただもういやでも呼吸しかできなく。そう、何もできなくなる。もう肺がないと人間って呼吸できないんですよ。いやもうその辺の、いやだから全部入るんだ、この中に。ちっちゃい肺になっちゃう。これだけ長いと肺が入る。ダジャレですか？いや肺が入るはまあちょっとダジャレみたいな。いや違う、こんな深刻な患者を目の前にしてシャレなどは言わん。君はもう研究してますよね、喋り3方を。日もしないうちに鼻だけになるぞ。お前さんって言いますかそんな鼻が感じてないか？最近目の位置がだんだんセンターに寄ってきたりとかしてないか？そんなことないでしょ。口が上に上がったりとかしてないか？あれそれは吸い込まれてる。だんだん手足が短くなっていってないか？最近なんか関節の痛みが。それはやばいな。森君結構ねこういう芸が細かいんですよ。なんかね鼻のビールの第一段階だ。フェーズ1。フェーズ1だな。やばいそう。それはいわゆるフェーズ1。まだ間に合う。フェーズ1が始まってもう3日もすれば治るんですか？鼻だけじゃなくなるわけですか？今治療すればな。じっくり見入ってますけど。見入ってますね。動揺してるの分かる。全然コメンタリーでも何でもない。法外な治療費を取るんだが。いや、ただね、このツーショットが半端ないわけです。稀に見る。そうね。先ほどね、おっしゃってましたけど、このワールド
ワンダーランドそれね企画がなければ見たいんですよね実現しなかったボヤッキーとブラックジャックってまあ手塚さんとねブラックジャックはただでは絶対に人が治さない相まみれないですよ。はいはいそうですね。アニメの世界ではあなたいくらでやりたいんですか。あったにもかかわらずこれっていうね。こう金のかかる薬などを使うからな。なぜこうなったんだ。なぜこの組み合わせにしたのか。どうだ、さすがやな。あ、5000円。バカ野郎500万だよ。いやだいぶ法外ですよあなた。でもちゃんと原作のねたくさんのお金を請政治家から求して法外な医療費でっていうお踏まえ前も悪いやてですね。つに見えるからお前からもそれ相応の値段意外と身長低いんだからですよね。この鼻が伸びるはどうしてもボヤッキーが背治療したい高すぎる。治療したいでもお金は取るこのそして医師免許がない自分は今何なんだ、俺は何なんだ、だいぶ悲しい俺感じに。今まで信じてきたものが全て裏切られたこの鼻の伸びた男のせいによって。だが俺はこの男を治療せねばならない。医者としての俺が、医者としての心の中の俺がそういった。おい強いですね。これはね本当は雨降る予定じゃなかったんですよね撮影中は、はいはいはいただあまりにもこのブラックさんのね演技がこう本当にブラックジャックがやりそうな感じの、はい命とはなんだ医者とって完璧ではないみたいなことをよく言うんですけど、はい原作でブラックもジャックをね。それには雨がいるだろうってことで急遽追加しまして入れてはいナイスでございますねこれは、ね。はいこんなエピソードがね、ワンダーランドにはもうあと9個も入ってるすごいね。とですね。 9個入っあと9個入っていくらなの。1575円ぐらいじゃない本当。らしいですよ。びっくりするね。映画館のレディースらしいです。レディースよりは高いっていう話だったかな。ね。映画館のレディースさんですか。映画館のレディースの方です。男性じゃない。あ、皆さん買ってくだじゃあ次行きましょうかさねい。はい。はい。そんなレディースさんが出てるエピソードですか。でレディースさんが出てるんで今度はじゃあ。次のエピソードはじゃあ平安バカップル。おっおっと、レディースさん出てるじゃないですか。生のゆかりですけど。これ見てください。YouTube でこれは見れるんで。 YouTube でねよか流れるってたら。ワールドヒストリーの記念すべき第1話。平安時代のね。バカ一頭みやびでしょ。糸みやびだね。何その反応。いやなんでそんななんかげっそりしてんの。誰も何も言わない。なんかただ見てる。なん見ちゃうか楽しくないんです懐かしいなと思って。みたい。そうね。いやそんなことないよ。なんでよ。これでも再生回数突出してるんですよ。まあ1今朝だって回目にやったっていうのもあるんですけど。ご飯食べたね顔色じゃないよ。何十万っていう数っていうか再生して今からあれだよ、ね歌会に行く顔色じゃないよ。これからもあれしてほしいですね。そんなことないって皆さん見てもらいたいてかさですね。気づいね。てくれた。新作もいっぱい出てますもんね。うん見て。そうなんですね。どううん。やっぱ平安時代もね、い糸みやびつの時代もこういう悩みをやっぱり男性女性はね。そう気づいてる。うん何が変わったか言ってみて。その一重の色をうん。変えた変えた。変えたよね。変えた変えた。もうね必死ですよ僕これやってる時。何を何が変えた。私もですよでも。そうこれ黄色。裏話するとですね、黄色佐野さんはですね、もうねバカップル恐怖症になってるんですよね。桃そうそうそうそなるべくやりたくないみたいな。う。そう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 。できそれることならやっぱ期避けたい待値が大きいわけですよ。そうですいやいね。やカップルの佐野さんでしょみたいな、違うよ清野さんでしょみたいな。でもそれ聞いて結構へこみます。違うもっとなんか緑。いいの違う違う。イエイみたいなテンションこ違うよっち。もっとへこましてやろうか。黄色さっき言ったよ。もういい。もういいよいや違う違う違うね。黄色違う違う一番最初に言ったよ。違う黄色でこれで挟んのもちょっと最初バカップルをあれしてって言われたんですよだ。から黄色をあれしてっていうのは何ですか。森くんにバカップルをあれしてって言われて最初に作ったや黄色ってつ。今がね Now がね。難しいそうだよね難しいですね。だいぶそうそ深いですね。センさん時々難しいこと違う違う前はそうどうだったの。前の色だ。これ前の色。一重の色黄前の色は色何色みたいなことをいや前の色やっぱ言ってるわけですよ。そう先ほどメイキングでご説明した通り、雪の上実写が最初な今ので日歌会かそうそうそう。言った通りに再現しないとダメなんですよ。ああ。言ってから一重の色の並びをしたじゃん。後でアニメーションそれ言う。最初にバカップル第一弾の時ダメだもっにと言そうそうわあこの茶色の感じのストーンとしたラインが綺麗だみたいなことを佐野さんが言うんですけれども、茶色の
そんなストンとしたのってどんなだろうと思ってその時茶色のワンピース着てたんですよ。あじゃあうんすげえ検索してそうそう。そこからあのデザインが生まれたんで、ある意味デザイナーですよ。歌ってみて。デザイナーでデもありますよ。ザイナーでもありますよ監。督そうだから僕らは結構これ喋ってればいいんですよ。ちょっと時間もらってもいいかな。まあ、結構大変なんですけどちょっとだけ喋ってればよくって、うんそれ言ったことを森監督がなんか形に落とし込むの結構大変なんだよね、うんそうなんです。ドブ川にドブ側に。でもちゃんとこれね、まちゃひこゆ浮かびきてはぴょんだよってことで花飾りをね、当時あったかその雑謎ですけど、は雪の上。あれね、トレードマークの。そうそ嬉しくない。違うの嬉しくない。なんで言葉通りに取らないでほしいの。言葉通りにしか取れないよ。あとカメラワークも斬新ですよね。佐野さん全然顔見えない。顔見えないからねもういい。抹茶のマロこんな気持ちじゃもうダメだ。インターネットではね、もういいよ抹茶の丸裏でっていう蹴鞠やろうちょっと間違って、間違ってるね抹茶の蹴決定鞠は戦いいよ。抹茶のマロ、蹴鞠だってあ出ましたね出ました蹴鞠だって二人でやらないじゃん。ここだけですね、顔で。いいよ。一人で心蹴弾鞠のくだむから。りだけです。いいよ、じゃあ蹴鞠一緒にしよ一緒にはできないよ。こんな心じゃできないよ。う。大丈夫だって。じゃあ私が読む。本当？うん。伝説の雪の上読んでくれるの？伝説の句を。ありがとう。ここで鴨川の仏で蹴鞠しよセリフ？これね、これね鴨川のほとりって言いたかったんですけど、仏って言ってるんです。素で間違えちゃう間違えちゃう素で間違えちゃそういうの出るんですよね。う。いやでもこの人は。いやいいところだと思います。私のその奇跡のそう、奇跡降りる奇跡を生む女みたいたまに出てくるんです。な。そうそう。誰うも笑ってない。自分で言うんだ、なんか奇跡を呼ぶいや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 、それを言っとったらこうあれかなと思って、こうみんなもっとこう見てくださるかなって。ワールドヒストリー、今新しいのもいっぱい出てるんで、よかったら見てください。はい結構うまい具合にまとめてまとめてびっくりしちゃった今ようやったっていう。そうですね、生オーディオコメンタリーのコーナーでございましたが。懐かしいですね。昔のいいこんな感じでいいですか、生オーディオコメンタリー。僕一つ、はい。やりたいことがあったんですけどいいですか。あ、どうぞ。おなんかちょっと会場の一体感が欲しいなって、これ本当は最初にやる予定だったんですけども、あれを会場のね一体感をやっぱりちょっと持ちたいなと思ったので、掛け声で僕レッツっていうからはいみんなでピーピングライフの格好で、はい。格好というのは、こうじゃないですか。こうなんですね。僕らは通称砲丸投げポーズ。じゃあ砲丸投げポーズを、じゃあレッツピーピングライフっていうのをツーって言ったら、ピーピングライフ。はい。これなんかね、今日最後に全員で撮りたいなと思って。ああそうだね。じゃあ写真撮影の前にちょっと練習しておきますかね。しましょう。いいですか。じゃしまあじゃあいいですか皆さん。右か左かは関係ある？右がうん曲げる方、曲げる方ね。で左左が伸ばす方。はいはいはい。じゃあちょっとやりましょうかね皆さんで。はい。じゃあ僕はやりませんよ。はい。いきます。せーの。レッツピーピングライフ。あ、なんかね僕が思ってるほどの一体感はなかったです。なんかじゃあみんながだからレッツって言うのそう言ったらいいんだよね。だからあーレッツピーピングライフってみんなが言ってくれるともうレッツすごい寂しい感じになっちゃったから今。わかりました。ね。違う、佐野さんのテンションも足りない。あ、俺のテンションが足りないんだ。足りない。はい、じゃあレッツピーピングライフフーフーみたいな。あ、うい何回も言っちゃうみたいな。そうそうそうしよざわざわざわ。そのざわざわざわはあれでしょ、なんか大丈夫かなこの人っていうざわざわざわ。だから僕らがそのレッツピーピングライフフーフーの風圧によって、うんここにちょっとへこむぐらい。へこむぐらいに。わーって言って。そしたらこれできないです。じゃあそういう感じ残すじゃあちょっと元気よくいきますんで。じゃあいきますよ。皆さん準備いいですか。ちょっと肩鳴らしてもらったりして。はい。ね時間ないのにね。早くやんなきゃ。じゃあいきます。せーの。レッツピーピングライフ。あ、よかった。ありがとうございます。すみません。よかった。優しいね皆さんね。ありがたい限りですけども。これちょっと皆さんで写真撮るの楽しみですね。そう楽しみですね。最後にね写真を撮ろうと思いますから。ではいいですかね。ちょっとここら辺で、はいはいはい。次のコーナーにお急がないと。う。はいいすこ。
それでは出てくるのかな。次のコーナーどうぞ。これね、これねこのやつね。あ、これか。このやつ。あ、なんとここでデジューンミニライブの前にの前に何ですか、前に Q&A のコーナーをねやりたかったんですよ。そうやなるほどそれだ。ミステイク。僕がねあれだったんですよ。ごめんなさい、申し訳ないいいです。じゃあちょっとここでじゃあQ&A を Q&A をやりたいと思いますけども、よろしいですかね。よろしい Q&A です。の映像を。あ、見ましょう。映像ねないとないんですないので、じゃあショッピャー佐野さすいんませんね。そら出しじゃあますよちょっとこの段でそら映像出しますよまあね、出しましょうせっかく3人とか2人いるわけですから、この2人に質問をしたいという方がいらっしゃれば3人佐野さんもですよ入れて佐野さんもですよ。挙手ではちょっとこういうことを聞きたい。何でも答えますよ。い。ちょっとシンキングタイム持たせますか。シンキングタイムで、あー今突然言われてもさっあーちょっときでジューン思い浮かばないライブって書いてたしっていうのもあるし、みんなちょっと動揺してるんだ。残像あがーそうだね。で佐野さんがちょっと10秒間ぐらいなんかしますんで、うん。はい。じゃあ僕はじゃあじ10シンキン秒間ぐらいグタイムスタート。チクタク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 。はい、温まってきたところで、はい。いいきますか。いですかね。これね、ちょっと質問が出ない場合はね、大変なことになっちゃいなんますすからかなんすか。何られちゃいます？なんとかねちょっと質問を出してほしいなと思って、ほなんとう、はい、なんと僕ら3人のほサイン入りのう、ほおおランチパックをう、ランチパ質問してくックを、れた人に差し上げたいなと。ランチパックですか。ランチパックです。耳がついていなくてやつですか。やつです。完全に僕らの一方通行な思いですけども、ランチパックっていうのはね。ランチパックっすか。はい。なるほど。ちょっとそれ美味しいよあれ。美味しいですよ。物で釣ってしまおうと。そういうことですねランチパック。欲しいなーっていう。誰そういうことですかお願いしたいな。はいそれではありがとうございます。おじゃあ一番早かったはい、前のお二人、まだ多分見てないですよね。そうですね。はい。じゃあすみません、はいただけるランチパックは何味なんでしょうか。じゃあ森監督から森監督、それによって追加の質問が出てくるかどうか決まるか。それもハムエッグ、エッグのやつ。エッグのやつですか。エッグのはい。ぐじゅぐじゅっとなったぐじゅぐじゅやつぐじゅぐじゅエッグとマヨネーズが入った入ったやつ、スクランブルのやつはい一番最初からあるやつ、はいなるほど。結構お詳しい。あんまり詳しくはあんまり詳しくないないんですけど、ねじゃあ追加の質問いいですか。はい。いや本当に聞きたかったことを、はい、お願いします。清野さんはアカップルの時のはい地声なんですか。あ、そうですね。いや地声よりはなんかちょっとだけトーンを上げてます。なんかちょっと可愛いこぶってますね。はい。そうなんですはい。日頃の声はもっとちょっとドス黒いはい。はい。ました奇跡がはい。ドス黒い声。ドス黒い。なんか他の方がみんなはい。素だと全然違う声なのであー一人だけもうイメージ通りの声だったのででもそうですね。でもはい。字よりちょっと上げてる感じです。はい。はい素でやってるじゃないよっていうことを今言いたいっていうことですね。わかりましたありがとうございます。それも言いたいです。はい。えはい。はい。とりあえず声はちょっと上げてるんだ。上げてます。なるほどね上げてます。可愛いこぶってます。ちょっとだけ。飲んでるんですか今今日ノンアルコールフリーです。は日。アルコールフリーってことはまだ可能性はありますよね。アルコールフリーを飲んでないからまだアルコールを飲んでる可能性がい。ありますね。いや消えきれてない。大丈夫です。大丈夫ですよ。飲んでないですし、自転車も運転してないですし、車も運転してませんから。い飲んでないですその前に。はい。わかりました。飲んでないことはわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうあございま。りがとうございますす。これ見ていただいたら分かるでしょ。なんかああいう作品が生まれてくる感じが。奇跡が出るでしょ。たまには。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ他の方、はい。じゃあ白い T シャツを。はい、お三方皆様出演されてると思うんですけど、はいお気に入りのキャラクターとか、はい。思い入れのあるセリフがあれば一言ずつ教えていただきたいなと。それは自分たちが演じてるキャラはい。
の中でってことですか？森さんから。僕からいきますか？僕からいきますか。僕からいきます。僕はいはやっぱオタクくんですかね。あこれオタクくんって最初の第1弾に入っていたエピソードなんですけど、黄色いパッケージのその時ですね、普通だったらですね、撮影ってその時はプロデューサーさんとかが来てですね、スタジオとか借りて撮影をしてたんですけれども、オタクくんだけですね、なんか数1本余ってるんで、もう森さんそっちで勝手にやっちゃってくださいみたいな数合わせネタだったんですよ。別に入っても入んなくてもいいよぐらいの勢いで。で僕の大学のなんか研究室で、はいそれこそ桐山君とですね一緒に桐山君にカメラ回してもらって、その部屋で2人で撮ったっていうエピソードで、自販機ペチペチ叩くんですけど単なる壁なんですよ。これなんで出てこないの、はいはいはいとかって言いながら、はい壁に向かって孤独な戦いだよね。戦いがあって、全然ねそこが人気になると思ってなかったんで、そっから誰も分かんないものだなと思って。そうね。オタクくん結構好きですよっていう人ですか。あすごいね。オタクくんのオタクくんですか？そういうことですすごい、ね。嬉しい。すごいありがたいですね。はい、ちなみに佐野さんは何ですか？僕翔太浩太の翔太がすごい好きで、ああいう流れるじゃないですか。今家とかでも時々見るんですけども、普通に面白いなと思うんですよ。なんかどんだけ自分が好きなのかって話なんだけど、普通になんかちょっとね可愛らしい感じがあっていいかなみたいな。さっきのですけどね。さっきのやつもねあれですけども、なんかセリフはね、あとね、こう芝居する時にもね、佐野さんはね一番喜んでそれやるんですよ。バカップルとかだとやっぱりね抱えているね、そう責任がなんか大きすぎて、また面白いことやらなきゃいけないみたいな。清野さん折り待ちなんで、意外と神様折り待ちなんで、そう奇跡をね。翔太コートの場合は結構なんか普通に喋ればできちゃうみたいなことがあって、そんなことあないよ。れでもちょっとさまよってたあったやないですか。俺たちもさまよってるねさまよってるのみたいな時あったやないですかねありましたけど、あるねやる分には楽しかったですね。そうそんな感じ。じゃないですか。ここでやる分には楽しくないみたいな言い方やめていやそんなことないけど。猫目やないですか。じゃないけどなんかいろいろあるじゃん。なんかないよ。ねえ、なんかやっぱりなんかね、一作目までそうプレッシャーが結構あるんですよ。だから佐野さんが押しつぶされそうで、もう毎日がもあこんななってるそれでなんか撮影前はちょっとトイレが激しいみたいなことですよね。だからそういう意味では一作目一本目ね黄色を作りましたけども、二作目作る時はやっぱりすごいなんていうんでしょう、なんかこう苦しいっていうか、あれは本当に3作目とかがあれよりも面白いことをなんかやらないとダメなんじゃないかみたいなことが結構あって、結構真面目なんですよね。結構真面目、全然サボってない感じなんですよ。もう必死ですけど、ね、そんな感じですね。好きなセリフか、好きなセリフは結構好きなセリフはいろいろ好きなセリフはつけひげじゃないよこれは。知ってますよそんなの。地毛だからまあ好きなセリフはちょっと考えます、はいすいません今すぐ出てこない。じゃあ森くんの好きなセリフ。いやそうじゃなくて清野さん清野さんのがも好う好きなキャラクター、思い入れのあるキャラクターと好きなセリフですよ。好きなキャラはやっぱバックアップルとリリックと、多くね。あとインチライフの最初の OL さんのやつがすごく好きで、特典映像に入ってるんですけど、やっぱあっから始まったんじゃないかなって私の中では思ってるので、すごく思い入れのあるものなんで、よかったら見返してください。見返してってじゃなくて見返してください。見返す。見返すっていうこと、はい、お客さんからの逆襲ってことそれはなんか逆襲を私は受けて立とうっていう宣言。いやどっちかっていうと弱いタイプなんで、はい、なるほどね、はい守ってほしい感じで、やっぱ好きなセリフはジャーンになるのかな。もういいよ、私顔がなんかちょっとへんてこだから服ぐらいちゃんとしないととか、ファミコンしようよ、ファミコンはファね、ミコンしようよっていうの。のはすごく好きですね。ご時世にファミコンぶっ込んできたっていうのは結構びっくりしますよね。ありがとうさっき翔太コータの部屋にあったゲーム機メーカーさんとねはい、コラボしたのにファミコン言ってますからね。あと染めてねえよですね。染めたよ染めたよ染めてねえよのアトムさん。あ、今回の後もアトムね、はい、さん、そうですね。はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか。はい、じゃああと何かありますか。じゃあどうぞ。森監督がね、はいはい
卒業制作でピーピングライフ作ったっていうふうになんかちょっと聞いたことあるような気がするんですけど、どの作品に反映されてるんですか？先ほどちょっとね清野さんからの話でちょろっと出たんですけれども、卒業制作に僕はねイーチライフっていう作品を作ったんですよ。それはどんなものかっていうとピーピングライフの劣化版みたいなもので、それが原点なんですよ。でその作品をですね、PR して売り込み回って、それで今のコミックスウェブフィルムさんというプロデュース会社さんと一緒に、じゃあ新しい名前で新しいものにしてもっとリッチに作り直しましょうということで、名前を新たにピーピングライフになったんですよ。で黄色の DVD 第1弾の時にその特典映像の清野さんと佐野さんがやってるイーチライフのエピソードが1個だけ入ってるんですよ。でそのイチライフはもう森くんだけが全部こうアニメを森くんだけで作った。その情報いる？そういらない。だから正確に言うと卒業制作がピーピングライフってわけではなくて、そのイーチライフという作品がね、もともと作品がそれは売ってはないんですよ。あくまで卒業制作というか、それをもってこう広がりが持てたらいいなということでいろいろやっていた歴史でございます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな形で、質問をじゃあここで締め切りたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それじゃあ、次のコーナーに行きたいと思うので。何ですか次は？気になるでしょう、はい、気になると思うんですけども、はい、ここでですねお二人にはちょっと退出をしていただけなければいけないということになりますので、じゃあ森さん、清野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。拍手。置いてくるんですね。はい。ミニライブがあるんですか次？いや、それは分かんない。分かんないですね。それは分かんないです。すみません。